はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今回は実測解クエン 3.827B の新しい高速化リーフラッシュ2を RTX3090 で試したら登記なしの状態から 1.6 倍くらいスピードアップしました。 1.6 倍、同じグラボのままでこれマジですか？マジです。しかも課題によっては 1.94 倍まで伸びます。逆に 1.29 倍にとどまる課題もあって、この開きの正体が今日一番の見どころです。リーフラッシュ2って名前は流れてきてたんですけど、実は何者なのかよく知らないんですよね。では今日はそこから順番にどんなものか、 MTP とどう違うか、実機を使った実験で比べてどんな場面で使うといいかまで考えていきたいと思います。出たばかりのものを手元で試すのワクワクしますね。行ってみましょう。リーフラッシュ2はインコ AI が公開したクエン 3.827B 専用の小さなドラフトモデルです。ドラフトモデルというと？下書き係です。本体が文章を書く前に次に来そうなトークンを先回りして書いてくれる小さな相棒ですね。サイズ 1.14GB しかないんですか？本体は 17.92GB あるのに。下書きは速さが仕事なのでこれで足りるんです。ラマ CPP にも対応するプルリクエストが出ていて、今回はそれをビルドして使いました。ライセンスはどんな感じですか？モデル本体と同じく Apache 2.0 ライセンスで公開されています。でも下書き係がいるとどうして速くなるんでしょう？清書は結局本体がするんですよね。その仕組みが投機的で高度です。普通の生成では本体が1トークン書くたびに重い計算を丸ごと1回回します。投機的で高度ではまず下書き係が先の数トークンを一気に予測します。本体はそれをまとめて1回の計算で検証して当たっていた分だけ一気に進むんです。書くのは1トークンずつなのに答え合わせはまとめてできるんだ。そこがミソです。本体の計算1回で3トークン4トークンと進めればその分だけ速くなります。下書きが外れたらどうなるんですか？外れた場所から先は捨てて本体の答えを採用します。検証は毎回本体がするので、下書き係がどれだけ急いでいても文章が壊れることはありません。当たれば早い、外れても元通り、うまい仕組みですね。この元通りがどこまで元通りなのか、後半で実測結果をお見せします。あれ、でもクエン 3.827B って MTP っていう高速化をもともと持っていませんでしたっけ？リーフラッシュ2とどう違うんですか？よく覚えていましたね。どちらも下書き係を置く考え方は同じで、違いは下書き係の置き場所です。 MTP は内蔵型です。本体のモデルの中に下書き用の層が最初から入っているので追加のダウンロード入りません。それに対してリーフラッシュ2は外付け型です。さっきの 1.14GB のファイルを別に用意して本体と並べて読み込ませます。内蔵か外付けかの違いですか？最初から入っているアプリと後から入れるアプリみたいな関係ですね。すみません、そもそも MTP って何でしたっけ？そうですよね。 MTP について簡単に説明しましょう。 MTP は次の1トークンに加えてその先のトークンまでまとめて予測する仕組みです。英語の呼び名、マルチ、トークン、プレディクションの頭文字ですね。名前のまんまだ。英語圏の人がよくやるやつ。短くなるけど門外漢には意味不明という。クエン 3.827B の場合、この予測のための専用の層が本体の中に4つ入っています。学習の段階から先読みの練習を積んできた形です。生まれつき下書きの訓練を受けてきたモデルなんですね。これって英語圏の人が作ったデータですよね。日本語のデータでもうまく先読みができるのかな？何を学習に使ったかは公開されていないのでそこは分かりません。後で日本語の課題も入れて測るのでそこで見てみましょう。一方の D フラッシュ2は後から訓練された専門の下書き係を外から連れてくる方式です。本体には手を加えません。内蔵と外付けで速さも変わるものなんですか？変わり得ます。下書きの当たり外れが速度に直結するのはさっき見た通りなので、どっちの下書き係が優秀なのか気になってきました。では実験で比べてみましょう。実験のやり方を説明しますね。投機的で高度の定番ベンチマークのスペック、ベンチから8カテゴリ、日本語はエリザタスクス100から1カテゴリ、合わせて9カテゴリ、各8問の72問です。今回見たいのはいろいろな種類のプロンプトで先読みがどれくらい当たるかです。回答そのものの精度を測るための問題としては使っていません。中身はどんな課題なんですか？数学の文章題、
翻訳、ニュース記事の要約、文章を読んでの質問応答、コード生成、自由な作文、日本語の指示応答といった顔ぶれです。問題は各セットの先頭の8問をそのまま使っています。得意そうな課題も苦手そうな課題もまんべんなく入ってる感じですね。生成は256トークン、コンテキストは8192、サンプリングの温度は0、つまり毎回同じ答えになる決め打ちの設定です。測るのは1問につき1回ですか？2回ずつです。1回ごとの速度には小さな揺らぎがあるので、それを見込んで各問2回測っています。それで対戦カードは3本立てです。登記なしの元の状態、内蔵の MTP、外付けの D フラッシュ2、同じ機体、同じ本体、同じ72問を方式だけ変えて回します。同じ土俵で用意ドンですね。モデルの動かし方はこれだけです。ラマ、サーバーを直接起動します。画面の上の行が MTP、下の行が D フラッシュ2の起動コマンドです。2行ともほとんど同じに見えますけど、 MTP は内蔵なので下書きの種類を指定するだけ、D フラッシュ2は外付けなのでドラフトのファイルを渡す指定が1つ増えます。違いは本当にそれだけで、この気軽さはどちらもとてもいいですね。モデル本体はどっちも同じものを使うんですよね。同じです。アンスロース版の GGUF です。このバージョンは MTP 用の4つの層を持っているので、内蔵と外付けを同じ本体で比べられます。準備完了。それで結果はどうだったんですか？まず全体から72問の中央値で、元の状態が毎秒 37.10 トークン、MTP で 59.82、D フラッシュ2で 62.06 でした。ほう、どっちもがっつり速い。倍率だとどのくらいですか？ MTP が 1.61 倍、D フラッシュ2が 1.67 倍です。同じグラボ、同じモデル本体のまま起動の指定だけでこうなります。下書き係、思った以上に働いてますね。これ、課題ごとの差はどうだったんですか？数学は早いとか、日本語は苦手とか。出ました。それもかなりくっきり。待ってました。どのくらい違うんです？ D フラッシュ2で見ると、一番伸びたのは文書から答えを探す検索拡張の課題で 1.94 倍、数学の文章題も 1.92 倍です。翻訳も 1.76 倍と高めでした。逆に一番伸びなかったのは自由な作文の 1.31 倍と短い質問応答の 1.29 倍です。 1.94 と 1.29 って同じ仕組みとは思えない開きですね。面白いのは元の状態だとこの差がほぼないことです。72問で一番早い問題と遅い問題の差は 7.4% しかありません。登記なしだと横一線なのに登記を入れた途端に差がつく？そうです。本体は1トークンずつ同じ計算をするだけなので、内容によらず一定差を生んでいるのは登記の側なんです。日本語はどうでした？日本語の指示応答は 1.31 倍、伸びは控えめの部類ですが、それでも RTX3090 で毎秒48から51トークン出ます。普通の人間が読むより早いくらいの速さですね。この伸びる伸びないの差ってなんで決まってるんでしょう？それは確定するトークンの数、樹里長さという数字で説明できます。下書きを本体が1回検証するたびに何トークン先まで確定したか、予測がどれだけ当たったかのスコアですね。さっきの当たった分だけ進むの当たった分ですね。はい、横軸に樹里長さ、縦軸に速度をとって9つのカテゴリーを D フラッシュ2と MTP のそれぞれで点を打ってみます。お、すごい、ほぼ一直線に並んでる。相関係数はどちらの方式もおよそ 0.98、カテゴリーごとの速度の違いは予測のヒット率、樹里長さで決まってくる感じですね。課題ごとに予測モデルの得意不得意が明確になってますね。わかりやすい。並び順にも意味があります。検索拡張のように手元の文書から答えを移せる課題は次の単語が決まりやすいので下書きがよく当たる D フラッシュ2の樹里長さで 4.36 です。自由な作文は次の単語の候補がいくらでもあるので当たりにくい、こちらは 2.84 でした。カンニングできる課題ほど下書き係の予想が当たる、なんだか人間臭い話ですね。しかも移せる課題ほど当たるというこの傾向、 MTP でも D フラッシュ2でも同じでした。どちらの下書き係がという話を超えて投機的でコードという仕組みそのものの性質のようです。それで内蔵と外付けの直接対決はどうなったんですか？比べ方はこうです。同じ問題を各2回測って平均し、1問ごとに速さを比べます。速度の比の中央値は 1.0227、 D フラッシュ2が 2.3% 速いという結果でした。勝ってはいるんだ。
でも 2.3% って思ったよりちっちゃい。勝ち負けの数では72問中48問で D フラッシュ2が早くて、符号検定という方法でもまぐれの勝ち越しとは考えにくいという判定でした。差はあります。ただ1回分の測定では差と言えない大きさで、1問ごとの測定に 1.4% から 1.7% ある揺らぎに沈むくらいの差でもあります。体感でわかるかというと、まずわからなそうですね。だと思います。ちゃんと得意な場所もあって、コード生成と筋道を立てて考える推論の課題では差が大きめに出ました。数えると9カテゴリー中6つで D フラッシュ2が上回っています。一方の翻訳と日本語の指示応答では D フラッシュ2の優位は見えませんでした。このあたりは内蔵の MTP が得意にしている場所のようです。ただ1カテゴリーは8問ずつなので、課題ごとの勝ち負けは傾向の話と受け取ってください。どっちを選んでもしっかり早くて、課題によって得意が少しずつ違う、そんな感じですか。この72問ではそういう結果でした。あとは自分が使う課題との相性ですね。ここからは走らせて分かったことをもう2つ。まず長い文脈です。パブリックドメインで公開されている英語の長編小説の原文を頭から読ませて、その後に質問を置きました。読ませる量はどのくらいですか。3段階です。およそ1000トークン、3万3000トークン、6万3000トークン。コンテキストの確保は 64K に固定したまま、中身の量だけを変えます。元の状態は毎秒 37.63 トークンから 30.21、25.45 と下がりました。一番長いところでマイナス 32% です。3割落ちるんだ。長い文脈って持っているだけで生成が重くなるんですね。1トークン生成するたびにそれまでの全トークンを読み直す層があるからです。文脈が伸びるほどこの読み直しがどんどん増えていきます。登記を入れたらどうなるんですか。下書き係も道連れですか。落ち方はほぼ同じでした。 MTP がマイナス 27%、 D フラッシュ2がマイナス 29%。 ただここが大事なところで、元に対する倍率は 1.5 倍から 1.8 倍のまま保たれています。遷移が同じだけ遅くなるから速さの差は残るのか。はい、長文だから登記をやめるという理由は見つかりませんでした。そして課題別に見ると一つだけ不思議な動きをした課題がありました。英語の質問応答です。不思議な動きというと、 MTP で1000トークン読ませた時が毎秒 50.10 トークン、3万3000トークン読ませた時が 53.77 トークンでした。読ませる量をドンと増やしたのに速くなってる。さっき長いほど重くなるって言ったばかりですよね。重く放っているんです。それを上回る追い風が吹きました。樹里長さです。 2.95 から 3.62 まで伸びていました。文章が長くなると下書きが当たりやすくなるんですか。この課題では読ませた文書の中に答えがそのまま書いてあるからです。下書き係が文書から写せるようになって当たり率が上がる。その伸びが読み直しの重さを打ち消しました。文脈を増やして速くなる場合があるなんて、測ってみないとわからないものですね。逆に JSON を抜き出す課題は一番長いところで樹里長さが崩れて登記なしより大きく落ちました。読ませる中身と課題の組み合わせでここまで聞き方が変わります。もう一つはこちらです。登記的でコードは出力が変わらない、英語でロスレスと紹介されることが多い仕組みです。出てきた文字列の先頭600文字を実際に突き合わせてみました。本体が全部検証してるんだから同じになるはずですよね。まず同じ方式を2回走らせた場合は72問中72問完全に一致しました。 MTP と D フラッシュ2の間でも72問中72問一致です。綺麗に揃ってますね。機械らしい律儀さです。ところが元の生成と登記の生成を比べると一致は72問中26問でした。6割以上で違う文章が出てる。ロスレスなのに。見ているのは先頭600文字までなので言えるのは少なくとも6割の問題で食い違うまでです。温度ゼロの決め打ち設定ですから偶然のばらつきでもありません。それって登記の側が変な文章になってるってことなんですか。食い違った46問を実際に読んでみました。どちらも普通の文章で言っていることもわかります。書き出しの言い回しが分かれてそのまま別の説明に進んでいくという形でした。同じ言い回しが延々と繰り返されて崩れていたのは46問のうち1問だけ。しかもそれは登記なしの方でした。正解かどうかの採点まではしていないのでそこは分かりません。
手がかりとして言えるのは、登記同士はぴったり一致して元とだけ食い違うこと、1トークンずつ進む経路とまとめて検証する経路の間にごく小さな系統的な差があるようです。質が落ちたという話とは別で同じ答えが出るとは限らないと。そういうことです。ロスレスは確率の分布が保たれるであって同じ文字列が出るではなさそうです。測ってみて一番意外だったところでした。聞いてたら自分でも試したくなってきました。何を揃えればいいんですか？モデル本体はアンスロース版の GGUF です。 MTP も使うなら MTP 用の層が入っているこのバージョンが起点になります。リーフラッシュ2のドラフトは配布ページから 1.14GB。 ラマ CPP の対応はまだプルリクエストの段階なので、それを取り込んでビルドしてラマサーバーを直接立ち上げます。そして設定を一つだけ、下書きを一度に何トークン出すかは公式の推奨は7ですが、この環境では4の方が早かったです。推奨より小さくするんですね。7にすると今回の環境では4より遅くなってメモリの使用量も増えました。 128K のコンテキストでは起動もしません。4なら動きます。そのコンテキストってどこまで確保していいんですか？ 24GB のこの構成では 64K が安全圏でした。 128K も起動はするんですが、空きが 276MB しか残らなくて、他のアプリを一つ開いただけで危ない水準になります。欲張らず 64K、 確かに欲張りすぎると苦労するよね。それとメモリが気になる人には MTP の良さもあります。外付けのドラフトを載せない分、同じ 64K で VRAM が 1.2GB ほど軽く済むんです。ちょっと思いついたんですけど、自分たちがよく使うタスクの推論結果を集めて専用の下書き係を作ったら予測のヒット率が上がって速くなりそうじゃないですか？作るのってどれくらいの手間とデータがいるんでしょう？発想は今日の結果とよく合っています。速さは当たり具合で決まるので、自分の使う文章に寄せれば伸びる余地はあります。ただ作り方の方は今のところ公開されていません。 GitHub に置かれているのは動かす側と測る側のコードだけで、学習の手順は入っていないんです。あら残念。その代わり出来上がったものはかなり揃っています。クエン、ジェマ、ミニマックス、キミ、GPT、OSS、ラマと主要なモデル向けの下書き係が並んでいるので、まずは自分の使うモデル用があるか探すのが早道ですね。それで結局 D フラッシュ2はどんな人に嬉しいんでしょう？ズバッとお願いします。3通りに分けて選ぶ材料を並べますね。まず今登記なしで動かしている人、ここが一番分かりやすく変わります。入れるだけで全体 1.6 倍台、一番伸びない課題でも 1.29 倍です。そしてその 1.6 倍台のうち 1.61 倍までは内蔵の MTP だけでも手に入ります。アンスロース版なら追加のダウンロードもいりません。登記を入れること自体が一番効くと思います。次にすでに MTP で動かしている人、差は 2.3% なので乗り換える理由は薄いかもしれませんね。今の構成のままで十分早いと思います。最後に長い文脈で使いたい人、速度は中身の量なりに下がりますが登記の倍率は保たれるので入れておく価値は変わりません。逆に向いていない場面ってあるんですか？一つ挙げるなら長い文章を読ませて短く答えさせる使い方です。要約や分類ですね。登記は生成を早くする仕組みで、読み込みの側はむしろ少し遅くなるので、読み込みが主役の使い方だと旨味が出にくいかもしれません。どっちを選んでもちゃんと早くなるんですね。それなら気楽に選べます。はい、外付けの新入りが内蔵のベテランと同じ土俵にきちんと乗ってきた。選択肢が増えるのはそれだけで嬉しいことだと思います。自分の使い方だとどっちかな？今日の数字はそのための材料です。皆さんの課題に合わせて選んでみてください。この動画が参考になったらチャンネル登録で次の実測もお待ちください。次は何を測りましょうかね。りなとミントでした。バイバイ。